始まりましたかね。始まったかな。始まったかな。 OK ですね。声届いてますね。はい。はい、皆さんこんばんは。トクタビ TV の徳富です。今日は2024年11月の15日ですね。前回までのライブ配信ではチェコの旅の振り返りをお伝えしていました。で、そのチェコのお話も全7回で終了となりまして、今日は新しいシリーズのお話をするというよりも、次の旅についてですね、今度はまたタイに行くことにしました。実は今年8月と10月にも、タイには行ってるのですけれども、その際には8月の時にはあれいつぐらいだろうな、多分1週間前ぐらいに取ったんじゃないかと思いますね、飛行機のチケット。で、10月の時には出発の2日前に取りました。本当にね、直前に行くと決めて、ガッと行ってたんですけれども、今回は、ちょっと余裕があります。チケットを取ってから2週間ぐらい余裕があるのかな。そう、でももう実は、チケットは取ってあります。ただね、10月の旅の時には、現地滞在10日間、違う違う違う、8月の時には現地滞在が10日間で、10月の時には現地滞在が8日間だったのですけれども、今回の旅はちょっと短めに、現地タイ、タイの現地滞在が5日間かな。5日間ですね。というような、これまでに比べたら短い旅になる予定です。そうで、そのね、短い旅の中で一体どんなことをするのかなどのちょっとね、作戦会議をね、今日はね、公開形式で行おうかと思っています。まずは、服装についてですね。トモさんこんばんは。トモさんこんばんは。ありがとうございます。現地のタイでは、これまで僕が一人旅をしたタイで一人旅をした時には、T シャツ、上が半袖 T シャツで、ハーフパンツ、そして裸足にサンダルというスタイルでやってきました。でも今回のタイの滞在中も同じようにそのスタイルにすることは間違いないです。で、この前のね、8月と10月に関しては、日本から同じ服装で同じスタイルで行っても全く問題なかったわけですね。8月はむちゃくちゃ暑いし、そして10月の頭でも日本、東京はすごく暑かったですよね。まだね、長ズボンを履くような季節でもなかったし、長袖も必要ないし、上着も必要ありませんでした。ただね、今回はね、11月末から12月の頭にかけてタイに行くことになってるんですね。となると、東京で出発する際には結構寒い時期ですよね。今現在から、どれぐらいだろうな。今でも多分今日の最高気温が20度ぐらいでしたっけ。今日の最高気温は20度いってないのか、東京は18度だったようですね。最高気温が18度、最低気温が14度。でもだいぶなんか暖かく感じていましたよね。今日外出る時にも、今この
長袖 T シャツにこの下半袖 T シャツ着てるんですけれども、これだけで十分でした。上着は必要なかったですね。割と僕寒さには、強いんですよ。東京の寒さですね。北国に行った寒さは、きっとダメでしょうけれども、小学生の頃は、実は半袖半ズボンで過ごしていた子供でした。多分皆さんの周りにも最近の子供にあんまりいないかもしれないですけれども、昔の僕今年でもう51なんですけれども、多分各学年まではいかないか、各学校に 2,3 人くらいはいたんじゃないですかね。真冬でも半袖半ズボン、そのタイプが僕でした。そうなので、今でもね、この服装でも十分なんですね。でタイに行く際ですけれども、さすがにその時期は東京の出発の時から半袖ハーフパンツ裸足にサンダルで行くわけにはいかないでしょうから、一応ズボンはねジーンズの長ズボンを履いて、で上はもう半袖 T シャツに上着、ユニクロのウルトラダウンのやつにしようかなと思います。それだったらねくるくるって丸めればねちっちゃくなりますしね。もしくはちょっと画面から外れますけれども、今の季節だと、今ぐらいの季節だと僕は外出る時は、こんなジャージなんですよ。でこのジャージを着てってもいいけれども、やっぱり畳んだ時の大きさを考えますとユニクロの、ウルトラダウンがいいのかなというふうにも思っています。で半袖着てればダウンで中半袖 T シャツだったら寒くはないでしょうね、東京であれば。多分ねその頃は最高気温が15、6、15度ぐらいでしょうかね。まだなんとかなるでしょうね。しかも家から駅に行って、そして電車に乗るまでくらいの時間しか外にはいないので、多少ねそれで寒くてもなんとかなるかなと思います。で靴に関してはもう靴は履いていかないで、靴下を履いてで、タイで歩き回る用のサンダルにしようかなと思います。靴持っていくとね、ちょっとねその靴現地に行った時にどうするかという問題が出てくるので、ちょっと邪魔になるかもしれないので、最初からもうサンダルにしようかなと。日本にいる時ジーンズに靴下にサンダルというと、ちょっと見た目悪いかもしれませんけれども、特に誰に会うというわけでもないので、一人旅です。一人で行きます。多少ね、ちょっとおかしな格好でもいいかなというふうには思っています。そんなところですかね。服装に関しましては。日本の気温とタイ現地の気温差が割とあるだろうなと、15、6度あるだろう、最高気温で15、6度あるだろうなという時期に行くのは初めてのことなので、なんでこんなそのことを話をしているかと言いますと、スーツケースで行くならば、スーツケースを持っていくならば、多少荷物が多くなったとしても、問題はないのですけれども、僕は今回は LCC、往復 LCC を利用します。で、機内持ち込みが7キロなんですね。7キロ。で、リュックサックと、あと、ショルダーバッグ。で、合計で7キロにしなくてはいけません。スーツケース持っていかないといけます。なのでね、できるだけね、荷物は少なくしたいというようなことを考えています。で、前回の10月も LCC 使いました。ベタジェットエアを使って7キロでしたね、やっぱり。荷物持ち込みは、機内の荷物持ち込みは。で、その時は、
なんとか6.8 キロでクリアしたんですよ。空港のベトジェットのカウンターで荷物を測った時に。でその時リュックだけを測定したんですね。ショルダーバッグの方は一緒に測定しないでスルーされていましたね。これが僕だけなのか、それともそのカウンターの担当者さんだけなのか、それともベトジェット A がそういうような方針なのかちょっとわからないのですけれども、それでクリアしました。で荷物の中身ですけれども、割と僕撮影機材があります。撮影機材があるのですけれども、大きなカメラは持ってっていないので、割と小型のカメラです。で大きな三脚もなくて、やっぱり小型の三脚などを使っているので、それらは全部ハーフパンツのポケットに突っ込んだんですね。あとモバイルバッテリーとか。それで 6.8 キロでした。でそのポケット作戦をしなければ、余裕で7キロを超えちゃっていたでしょうね。そうで、今回なのですけれども、でその 6.8 キロの中にはちょっと重ためのものとしてはノート PC、MacBook Air とiPad がありました。それを含めてなんとか 6.8 キロにしていたんですね。もともと僕はそんなに旅行に行く際の持ち物はないので、服装もT シャツ、パンツ、下着のパンツと、あと夜寝る時用の、T シャツか。あとは予備のハーフパンツ、あと室内用の夜寝る時用のハーフパンツ、くらいなので、あとはメガネか。夜寝る時の夜用のメガネとコンタクトレンズ。あと何があったかな。重さかさばるものはもうそれくらいですかね。化粧品とか肌のお手入れ用のものとか、そういうのは全くもう普段使っていないので、今この髪の毛の場合には整髪料とかもいらないですし、身だしなみを整えるためのものは全く持っていっていません。あとひげも大体伸ばしっぱなしでいくので、ひげ剃りも使わない。普段からひげ剃りは使ってないのですけれども、ひげトリマーでここの上と下を残して、あとは全部ここら辺は落としてしまうというような形にしています。そもそもね、旅行に持っていく荷物はかなり少ないです。で重さがあるとすると一番重たいものは MacBook Air で、今回の旅行は現地滞在が5日間、4泊ですね。現地4泊で滞在日数としては5日間というようなことがあるので、ともさん、撮影機材はどんなのを使っていますか？そう、撮影機材ね。今まさにこのライブ配信でちょっとカメラ使って、そのカメラを使ってるんですよ。そうなので別のところからちょっと写真を出してみますと、オズモポケット3というもの、写真ちょっとまだ画面から外れますね。ちゃんといますので。ないか。これだ。ちょっと箱で申し訳ないですけど、でもこれなんとなくわかりますよね。そう、こんな感じのカメラ使っています。これすごいちっちゃいです。実物大の写真かな。多分これ実物大の写真です。これぐらいの大きさのカメラを使って動画撮影をしています。最近の旅系の YouTuber の方が使っている、多分ほとんどの人がこれ使ってんじゃないかと思いますね。小さくて、軽くて、そして夜間撮影ですね。特に
夜の撮影の時の威力がものすごいです。やっぱりカメラって、昼間の明るい時にはよく映るけれども、夜間だとこうガチャガチャの画像になっちゃったりするので、そうで以前はこの Osmo Pocket 3の前にはあるかな、ここに、こんなカメラも使ってたことがあるんですよ。さらにちっちゃいやつなんですけれども、これも同じ DJI 製のもの。これはちょっと名称を忘れちゃったな。DJI なんちゃら。ちょっと古めのやつで、3年前ぐらいかな。これだと、これもちっちゃくて軽くてすごい扱いやすいんですけれども、昼間の撮影はいいのですけれども、夜の撮影をしてしまうと、もう本当に見れたもんじゃないような映像になってしまっていましたので、Osmo Pocket 3、去年の1月か2月か、今年の1月か2月に思い切って購入しました。というかこの YouTube、僕の YouTube を旅系のものにしたいというふうに思い始めたのがその頃のことで、そこでちゃんと機材を揃えようということで、今のこの Osmo Pocket 3というものを使っています。ルーさん、コメントありがとうございます。はじめまして。明日成田空港から58日間、すごい58日間、7キロ機内持ち込みのみで初体一人旅行きます。58日間ってすごいですね。2ヶ月か。すごいな。2ヶ月滞在となると、なんか、ホテルというよりサービスアパートメントみたいな感じなんですかね。エアビーとかで取るような。それぐらい長くゆっくり行きたいですよね。行ってみたいです。しかも7キロ機内持ち込みのみ。すごいチャレンジングですよね。でも、タイの場合は、現地で洋服などを調達できますので、服に関しましては、むしろこの長期間の場合だと、最初からね、持っていくものをごくごく少量、最初の2日間ぐらい、着るやつだけを持っていけば、あと現地調達で安いものが手に入りますしね。むしろ日本から持っていくよりも現地で買った方が、現地の人々になんか溶け込めるような服装になるんじゃないかなとも思います。僕も長い旅の時には現地で買ってなんか使い捨て気分で服を買い足してもいいかなというふうにも考えていましたね。江出隆夫さん、こんばんは。ありがとうございます。コメントありがとうございます。で、どこまで話したかな。7キロですね。で、MacBook Air ノートパソコンを持っていくかどうかというのが、もう割と境目のところになるかなと。で、それ持ってかなければ、もう一気にマイナス 1.5 キロ、確か 1.5 キロだったと思いますけれども、になりますので、容量が、前回の 6.8 キロだとすると、それだけで5.3 キロになるので、だいぶカバンの中の重さの余裕が出てきます。これまでの旅ではもう必ず MacBook Air ノートパソコンは持って行ってたんですけれども、現地でちょっと割と長めの滞在だったので、さすがにね、向こうでちょっと仕事をしないといけないというようなことがあったので持って行っていました。あとは動画のバックアップ、データのバックアップで、パソコンがあった方がやっぱり楽ということもあったので持って行っていました。で、今回は現地5日間で、その前後を合わせると、やっぱり7日間の旅とはなるのですけれども、それぐらいだったら事前に
タイで仕事をしないようにして、日本で旅に行く前にガーッとこう仕事をもうやっといて貯めておいて、あとは現地でポンポンポンと小出しにしていけばいいかなというような、ことを考えています。まだねもうちょっとね時間に余裕がありますので、出発までに日数があるので、ちょこちょこと今ちょこちょこというか、今日からちょっとね普段の作業量を2倍から3倍に増やして頑張っています。できるだけノートパソコンを持ってかないような方向性で考えています。そうなればね、荷物の量とかそういうところはもうだいぶクリアされるのではないかと思っています。リュウさん、ドクターメさんのおかげで美味しそうなタイのご飯を記録させていただきました。ありがとうございます。僕が言ってるのはローカル食堂でタイの現地の人々が利用するところが、割と多くは言っていますけれども、やっぱりこの長期間の滞在だと高級な、タイの中でバンコクの中で高級な日本と同じぐらいの値段のレストランに行ってしまったら、さすがにねやっぱりお金もかかりますからね、ぜひぜひローカルレストラン、ローカル食堂、チャレンジしてください。というようなことで、僕言ってますけれども、本当に全然タイについては初心者で、これまでは4回ですね、タイに行ったことがあるのは。今年に入って2回、8月、9月、8月、10月と言っています。で、それ以前は2016年の6月と8月か。で、今回次に行くのが5回目となります。タイ語なんて全然わからないですし、コプンカープとサワディーカープぐらいしか言えないです。10月の旅になって、コプンカープとサワディーカープはこう自然と言えるようになりましたけれども、8月の時にはもう全然でしたね。もうハローとサンキューというような英語ばっかり使っていました。けれども、次はねもうちょっとタイ語のバリエーションを増やそうかなと思います。注文の時ですよね。それくらいはなんとかタイ語でできた方がちょっと面白いかなと、冒険気分味わえるんじゃないかなというふうにも思っています。高尾さん、ローカル食堂は参考にさせていただきます。ぜひぜひ参考にしてみてください。いろいろとね、今回の10月の方では、ちょっとチャレンジングなちょっとスラム街の中とかも入ってみましたけれども、そこまで行かなくとも割と街中のところであれば気楽に入れるのではないかなと思います。そこまでね怖がらなくてもいいんじゃないかなと。ただねやっぱりね衛生面は気になりますよね。で僕は食べる前にはこのスプーンフォークなどは事前に食べる前に拭くようにしています。お店にある紙ナプキンとかティッシュでもいいかなとは思いますけれども、心配だったら持参したアルコールウェットティッシュなどで拭けばいいと思います。あと食べる前にやっぱりね手のアルコール消毒もした方がいいと思います。で僕8月の時には1回だけちょっとお腹痛くなったんですけれども、それはどうも僕日本にいる時でもものすごく辛いものを食べると汗だらだらかくような辛いものを食べるとちょっとお腹痛くなるんですよ。それでちょっと下痢気味にお腹痛くなったのかなと。衛生的な問題ではなくて、そういう状態になったのかなというふうに思っています。あとフードコートだったら熱湯消毒ありますよね、スプーンとか。
そう、そこら辺を気をつければ、まあ、ローカル食堂大丈夫だと思います。屋台とかだと、ちょっと水の心配はありますけれども、まあ今までのところ僕は大丈夫ですね。そう、自分のこの消毒さえきちんとやっていれば、そこそこいけるんじゃないかなというふうには思っています。あと氷ですよね。やっぱり現地の水道水はもちろん飲めないですけれども、氷についてはだいたい最近お店で出してくれるドリンクに入っている氷はその現地の水道で作った氷ではなくて、買った氷が多い、ほとんどなんだそうですよ。で買った氷だとあれどうなってるんでしたっけ、ちょっと穴が開いてる感じ、だったんじゃないかと思います。でもね、氷もそこまで今心配しなくてもいいんじゃないかなというふうには思いますね。ビール飲む方はタイだと氷必ず使いますし、その他お店の普通のソフトドリンクもやっぱり氷とか使うでしょうけれども、氷は大丈夫じゃないかな。ルーさん、衛生面健康は一番気になります。みやりさん、持ちました。7キロのみだと除菌シートを持ちきれず困っていましたが、熱湯消毒参考になります。みやりさんっていうのがあるんだ。みやりさん。初めて聞きました。みやりさん。お腹の薬かな。成長薬か。お腹の薬か。僕は子供の頃からせいろがんを使っているので、せいろがんを持って行っていました。そう、フードコートの場合には基本この熱湯消毒あります。あと除菌シートですよね。除菌シート割と僕も持ってっていました。以前の動画でもちょっと話したこともあったんですけれども、よいしょ。これが僕が旅の時に使っているリュックです。もう入れっぱなしにしてるんですけど、通常のこのサイズの除菌シートと、あと、こういうねミニサイズのものも使っています。これ個別包装なんですよ。1回使い切りのやつ。そう、こういうのも入れています。そう、そんなところですかね。これ持ち物ですね。7キロの壁ですね。あと服装で思い出したのですけれども、飛行機の中ってなんか割と寒いと聞くじゃないですか。この前言ったのが8月と10月、というようなことも、でも季節関係ないか、空の上だと。僕は機内での寒さというのを感じなかったんですよ。LCC なので毛布はないので、多分有料だと思うのでなかったですけれども、普通に半袖 T シャツで寝ていても全く寒さを感じませんでした。最初に言ったように割と寒さに強い、子供の頃は半袖半ズボンで冬でも一年中過ごしていた人種なので、あまり参考にならないのかとは思いますけれども、そうだからタイでBTS とか MRT、鉄道ですね、電車ですねとか、あとショッピングモールの中は、かなり強い冷房が入っています。そう、それで結構寒いというような話を聞きますので、そう薄い羽織るものは持ち歩いた方がいいというふうにも聞きます。そう、寒さに弱い人はそれは必須でしょうけれども、僕はそこら辺は全く必要がないです。
その点はね、寒さに強いというのは割と利点だなというふうに思いますね。そしてホテルの選び方ですね。現地4泊です。今回の旅の場合には。10月の旅の場合だと現地7泊か。そう、2泊2泊2泊1泊で4カ所のホテルに泊まったんですけれども、そう割とホテルホッピングします。1カ所にとどまらずに。で今回は4泊なので2泊2泊にするか2泊1泊1泊で3カ所にするか今ちょっと迷い中です。で毎回ちゃんとした普通の個室のホテルに泊まっていたのですけれども、どこか1回だけでもいわゆるドミトリーベッドだけのところ、2段ベッドが3つか4つぐらいあってこう合宿みたいな部屋で泊まるのも経験してみようかなというふうにも思っています。まだそういうとこ泊まったことないんですよ。でそうするとだいぶね宿泊費は抑えられるかなというふうに思っています。もともとその高級ホテルに泊まりたい、というような、気持ちは全くないので、そうホテルステイを楽しむというよりも、宿泊場所宿はやっぱりこの、基地であってそこからこうあちこち動き回るというようなスタイルなので、そこまでね重要視はしてないです。でドミトリーチャレンジですね。やるという踏ん切りはまだついてはいないのですけれども、もしかしたらやるかもしれないです。あとはちょっと前回の配信でももしかしたら言ったかもしれませんけれども、プールですね。プール付きのホテル。10月、8月の旅の時には1泊だけプール付きのホテルに泊まったんですね。で10月の旅の時には7泊して4カ所のホテルで7泊して4カ所とも全部プールありのところを選んだんですよ。あえてプール入りたかったので。でそうしたらプールがあるとプールに入っちゃうんですよ。むちゃくちゃ気持ちいいので。でさらに、今回10月に泊まったホテル、その今ねホテルについての動画絶賛編集中でして、来週の水曜日にそれをアップしようと思っています。そうで、そのプール付きだと1時間とか2時間とか平気で時間を溶かしてしまいまして、だいぶねもったいないことしたなと。そのプール入ってるのがすごく気持ちよかったので、それはそれでいいんですけど、あと屋上にプールがあるところに泊まって、その屋上からの眺めがどこもすごく良くて、プールに入っては外に出て外を眺めると、それを繰り返していました。で今回はさすがに滞在時間が短いのでプールがあると、その時間がちょっともったいないかなということで絶対にプールなしは選ばない、というふうに考えています。強い気持ちを持ってプールなしのホテルを選ぼうと、宿泊予約しようと思っています。ルーさん迷いますねと。いろいろなホテルを楽しむのもいいけれども毎日引っ越しも辛いと。当方はですが、いっそドミトリーの方が人目もあって安全とか情報収集とかいいかもと思います。そう僕のちょっとドミトリーの懸念点としてはやっぱ人がいるということで、安心感があるということも、ある、けれどももしも運が悪くて
悪い人と一緒の部屋になっちゃったら嫌だなというような、というところもあったり、あとなんかたまにちょっとスマホとかでちゃんとイヤホンで聞いてくれない人とか、スピーカーでうるさいというような、話もたまにちょっと見たりするとというふうに思っちゃうのですけれども、あとやっぱり情報収集ですよね。そこでこう友達になって一緒に食事に行くというようなパターンもあるでしょうし、自分がこう思ってもいなかったところを他の人がまさに言っていたりして、でそれをリアルタイムで聞くことができるので、自分の旅のバリエーションも行き先のバリエーションもきっと増える、と思います。やってみようかな、ドミトリー。パソコンを、さっきの話でパソコンを持っていかなければその分貴重品は少なくなりますので、ドミトリーでもちゃんと鍵付きのロッカーがあるところが、基本だとは、思います。そこら辺のね、貴重品管理もちゃんとしっかりしないといけないなと。ルーさん、とりあえず明日からの3泊はプール付きのホテルを抑えました。プール付きやっぱりいいですよね。やっぱり長い滞在だと、プール付き、多少お金かかるかもしれませんけれども、プールはいいです。プール最高です。で今やっぱり日本寒くなってきていますので、向こうの暑さといきなりの30度超えのところに行くと思うので、プールでのクールダウンタイムというのは必要になってくると思います。プール付きはやっぱりいいな、いいなというふうに思っていても、今回はこの11月から12月にかけてはプール付きはやめようと、止まらないようにしようと思います。そうで、先ほど10月旅の編集しているというふうに言ったんですけれども、プールの映像を見るとやっぱりいいんですよね。でも、今回は次の旅ではプールには入らない。多少のね、長期間の旅の場合だとプール付ききっと僕また選ぶと思います。あとその荷物でまた思い出したのですけれども、今何を思い出したんだか。そうだ、洗濯。今回ちょっと短めの滞在で、今2泊1泊1泊にした時の洗濯のタイミングをどこにするかというのが難しくなるなと。で2泊2泊だったら洗濯のタイミングもきっとどこかでしやすいところがあるかもしれないなというふうに。洗濯しないというふうになると荷物がいっぱいになっちゃって困るんですよね。その洗濯のタイミングがちょっともう中途半端な4泊なので、そこら辺はまた考えなくちゃなと。多分現地でそこら辺はうまいこときっとやるとは思うのですけれども、あとはちょっとさっき言った現地で使い捨てで使い捨てで服を買っちゃうというのもありかなと。すごい安いので200円300円ぐらいの T シャツを買うというのもいいかなとも思っています。高尾さん、1月のホテル後半プール付きにしました。やっぱりプールいいですよね。プールはやっぱりいいな。プール付き、という話を聞くと僕もプールに入りたくなってきちゃったな。いや、そこは強い気持ちで今回はプールなしで行こうかなと思います。あとはね、その現地の滞在での、行動についてもちょっと考えているというか、これまでの旅だと、基本夜は出歩かなかったんですよ。で10月の旅の時にはナイトマーケットに、行ったり、あとライブ配信でアジアティックリバーフロントに行ったりしましたけれども、
そう、夜は大体こう仕事タイムとしてやっていたので、今回、この事前にもう日本でこう仕事を全部終わらせて出来上がりを貯めといて、というふうにやっていけば夜の時間丸々空くなということで、なんかもうちょっとねこう夜を楽しむという方向性の行動もしようかと思っています。あ、江高さん、洗濯は毎日します。乾燥機付きのランドリーがこうホテルにあるとか、ホテルのすぐ近くにあるという時だと、もう割とこう毎日やっちゃってもなんかいいかなというふうに僕も思いますね。乾燥機ついてないとなんか干した時にどうなんだろう、部屋干しだとそこら辺なんかねうまくこう匂いとかがたまらないような洗剤使うといいのかもしれないですね。あ、洗剤で思い出した。洗剤まだ動画でも多分言ってなかったと思うのですけれども、なんかタイの人でこうすれ違う人たちなんかちょっとねみんなねいい匂いするんですよ。で、なんでいい匂いするのかなと、みんな香水使ってるのかなと思ったのですけれども、もしかしたらそれって洗剤なのかなというふうに、みんな同じ洗剤使ってんじゃないかなというふうになんか今僕思っています。間違ってるかもしれないんですけれども、そうで現地で洗剤を買うとなんかやっぱりこう似たようなものセブンイレブンとかでも売ってるんですけれども、でそれ使って洗濯するとそのタイの人となんか同じ匂いがその自分の服からもしてくるんですよ。そう、匂い結構好きですね。洗剤のタイの洗剤の匂い。日本から洗剤持ってってもいいでしょうけれども、なんかこうタイの洗剤、もし嫌じゃなければ、匂いが変わることが嫌じゃなければ一度試してみてください。すごく安く買えるものなので。いくらだったかなこの前。タイの一応8月の旅と10月の旅については出費を記録しているのですけれども、これぐらいのサイズの袋で10バーツで僕はセブンイレブンで洗剤を買いましたね。なんかピンク色のパッケージのやつ。10バーツ現在だと約45円ぐらいですね。今1バーツ 4.5 円いくかどうかというところですよね。アレクサ、1バーツはいくら？1バーツは約 4.46 円です。4.46 円、4.5円。僕が10月に行った時は 4.4 か。あんまり変わんないですけれども、8月の時は確か 4.2 だったんじゃないかなと思いますね。で、2016年の8月とかは 3.5 円だった記憶があります。確か 3.5 だったと思うんだけどな。今よりもやっぱり1円安い。で、それ以前だと、もっともっと安かったんですよね。2円とかそれぐらいの時代もきっとあったんですよね。僕は多分まだそういう時代に海外には、行ってなかったですけれども、パッと自分の記録のところで出てくるかどうか。ちょっと探さないとあれかな。でも確か 3.5 円だったと思います。8年前は。
ルーさん、その日着た衣服を洗濯後使わない方のバスタオルにくるんで滑って、脱水、干すで乗り切ろうと思っています。あの、旅好きな人の YouTube などで、見たことあります。うん。洗面台のところで洗ってこう、バスタオルにくるんで脱水すると。多分、こんなやっぱり厚手のものじゃなくて、タイで、タイの滞在中はこう薄手の服になると思うので、多分きっとそれでもいけますよね。そう、バーツの高さ、円の安さ、これはね、結構きついですよね。バスルーム干し、タオル脱水しないと朝まで乾き。やっぱりこのタオル脱水。これ、僕もね、8月の旅の時ちょっとやってみたんですよ。タオル脱水。バスタオルで、一人旅なので、こう2人分のバスタオル用意してもらっていて、もらっていたので、もらっていたから、これやっぱり1個、そういうね、洗濯用に、脱水用に使いました。そうで、それもね、チャレンジしたんですけど、結局洗濯機使った方がなんか僕の場合にはこう楽だなというようなことが分かって、そう洗濯の時間も40分50分とかまでかかっていたんですけれども、その時間をこう仕事タイムとかデータのバックアップタイムとか、などに使っていました。スーツケースで服をたくさん持っていけば、その心配はないのですけれども、荷物をできるだけ少なくというふうにやると、やっぱり洗濯の問題はどうしてもついてきますよね。アルさん、タイの湿気舐めていました。そう、タイね、外干ししたらどうなるのかとか、だいぶ心配ですよね。でも今寒気といっても、どれぐらいの湿気なんだろう。バンコクの天気。湿度出るかな。今現在のバンコクの湿度は 76% ですね。すごい湿気だ。これ外干ししたらベランダとかがあるホテルだったらいいかもですけれども、ただやっぱり湿気ありそうですよね。あと寒気でやっぱり雨少なくなっていているけれども、もしかしたら夜とか降るかもしれないですよね。ざっと今バンコクの週間天気予報を見てもやっぱりちょっと雨マークは出てますね。そんなにね長く降るのではなくて、多分ざっと短時間で降るというような形だとは思います。34度だな、最高気温大体。で最低気温が低くて26度。しばらくこの最低26最高34ぐらいが続くんでしょうね。やっぱり今の東京と比べると、僕は東京住まいなので、両方ともこう倍の数字になるというイメージでしょうかね。76% の指示は乾きませんね。部屋の中もクーラーをちゃんとつけて、そううまい具合にそのクーラーの風が当たるようにすれば、いいかもですね。そうで、ちょっと話を戻して、夜ですよね。夜の活動、前回の10月もナイトマーケットも行きました。で今回もいくつかというか、できるだけ毎日どこかのナイトマーケットに、探索に出かけようと思っています。それ以外にバンコクで夜の楽しみ、僕はお酒を飲まないので、お酒を飲むお店にそもそも行かないです。
それを楽しみにはしていないので、となるとやっぱりナイトマーケットか。ルーフトップバーもありますけど、ルーフトップバー、お酒以外にもソフトドリンクとかもあるでしょうけれども、やっぱり高いんですよね。そこまでお金を使っていくこともないかなと。あと、ドレスコードか。もうあるので、そのための服を持っていくのもちょっとめんどくさいなと。8年前に、ルーフトップバーには1回行きました。その時ホテルに、泊まったホテルのなんかマネージャーさんみたいな人に、ここいいですよみたいなことでおすすめされたところに、アバーブイレブンという、スクーンビット通りからそう11なのでソイ11ですね。7駅と麻生区駅の真ん中あたりを11だから北側にちょっと入ったところが、その8年前の時にはまだ僕も全然タイに慣れていない時だったので、夜ねこのソイ11という通りを、路地を歩くのが結構怖かったですね。飲み屋さん街なんですよ。おしゃれな飲み屋さん街っていうんですかね。おしゃれといってもやっぱりタイの道は日本のようにこう明るくはないので、街灯がいっぱいあって、というのではなくて、でそしてやっぱりお酒飲んでる人たち、酔っ払いの人たちもいっぱいいるので、もうちょっとねこうね恐怖を感じながら、実際に何かあるというわけではないんですけれども、その道を歩いていきました。アバーブイレブン、アバーブイレブン、最終日だよな。最終日のこれか。これでいけるかな。昔僕が書いたブログ記事のやつなんですけれども、そこからねルーフトップバーこの時初めて行きました。でね、そこまでなんかね期待していたほどの夜景ではなかったというようなこともあって、多分ねもっとね有名どころの人気どころのルーフトップバーであればすごい景色が見られるのではないかと思います。そしてね今回の飛行機なのですけれども、行きはエアアジアで、帰りがベタジェットエアで、往復で違う航空会社を選びました。その選択肢がすごく安いのかな。5ぐらいですね。そうで、帰りのベタジェットエアなのですけれども、これがこの前10月の、旅と、同じ時間のやつを選びました。バンコクを11時半ぐらいかな。
えーっと、バンコクスワンナプーム国際空港を11時45分に出発して、ベトナムのホーチミンに行きます。13時10分着。で、そこで乗り継ぎなのですけれども、今度はホーチミン23時55分発の飛行機で成田空港7時35分。日本時間7時35分着というような乗り継ぎの飛行機になります。そう、これだとホーチミンで、単純に定刻で考えたら10時間45分の間があります。で、もろもろの手続きとか、それを考えると、大体8時間、最大8時間くらいの自由時間、ベトナムの国内、ベトナム滞在時間ができるというようなプランにしてあります。そう、タイ旅行プラス、ほんのちょっとのおまけでベトナムも楽しもうというプランですね。で、ホーチミンについて、ベトナムについて、僕もほぼ知識がない状態なので、まだもうちょっとね、作戦にならなければなと。ベトナムについても勉強しておかないといけないなと思っています。で、ちなみに10月のベトナムのこの同じ時間の飛行機でのホーチミン滞在についての動画を明日の18時にアップします。そう、前回ベトナム着いた時に空港を出て市内の方に行こうとしたらいきなりの大雨、雷ゴロゴロで、しばらくね雨宿りで時間を取られてしまったというようなこともあったりしました。ぜひ明日の動画ご覧ください。タイとねベトナム隣ではないですね。1カ国挟んでますね。でもすぐ近くです。そう、飛行機でもバンコクからホーチミンだと、ホーチミンベトナムの南側なのでタイにだいぶ近いところですけど、1時間25分か。むちゃくちゃ近いですね。そう、でもこれだけ近くてもやっぱり違いがだいぶありましたね。ベトナム初めてだったので、この前行ったのが、結構衝撃的でしたね。タイも、何回行っても衝撃的ではあるのですけれども、タイよりもバイクがすんごく多い。むちゃくちゃ多いです。異様に多いです。あんなバイクの量見たことなかったですね。しかも運転は多分タイよりも荒いですね。タイよりも荒いけれどもみんなちゃんとヘルメットをかぶっている。タイの人は運転する人はヘルメットかぶっているけれども、後ろの人はヘルメットかぶってなくてノーヘルです。ほとんどの場合。でもベトナムの場合には後ろの人もちゃんとヘルメットをかぶってましたね。あと、タイの食事も美味しかったけれども、ベトナムの食事もやっぱ美味しかったですね。で、次のホーチミンの時にもやっぱり食事はかなりの楽しみです。ゆうさん、明日の動画は現地バンコクのネット環境によりますが、楽しみにしています。バンコクの、特にホテルの Wi-Fi ですね。これ結構当たり外れがあるんですよね。8月に泊まったホテルはどこも爆速だったんですけれども、10月に泊まったホテルは4つ中2つが全く使い物になりませんでした。それでテザリングで乗り切ったですけれども、テザリングで思い出した。僕が使っている SIM カード。これが10日間で50ギガ使えるんですよ。
でも普通の人の場合は50ギガもいらないと思うので、で、これでね、1000円くらいですね。物理 SIM です。eSIM ではなくて。eSIM とね、いろいろちょっと探してはいて、僕が見つけられていないだけかもしれないのですけれども、eSIM の場合だとこういうね、無制限の大容量の1日に何ギガでも使ってもいいというようなカードがちょっとまだ見つけられていませんで、これがね、1日の容量無制限なんですよ。で、僕の場合には、結構データを使うので、写真のバックアップとか、あとライブ配信も海外の滞在中は毎日やるというふうに今10月の旅の時から決めていますので、そうなるとね、こういうね、大容量のカードが必要になってきます。で、普段僕はこの iPhone15 Pro Max というのを使っているんですけれども、これは eSIM で、日本国内 eSIM 楽天モバイルで使っています。なのでこのね、行く時にこの SIM カードを飛行機内で入れて、でもともとこの中には SIM カード入っていないので、ただこれを入れて、でタイから出た時に SIM カードを出すというので、簡単にその SIM の交換というのができています。eSIM 使える人はこのカードの交換の手間がなくなりますので、eSIM を探してみるといいと思いますね。僕の場合このカードの交換とか全然手間に感じないので、この交換作業がこの飛行機内での一つの楽しみにもなっています。でベトナムの時には楽天モバイルの海外ローミングを使いました。楽天モバイルの場合には月に2ギガ海外ローミングで使えるんですね。で、僕がこの前ホーチミンに行った時で、現地でライブ配信などをしたら、1日の滞在でその約8時間の滞在で1.7ギガぐらい使ったのかな。結構ギリギリでしたね。SIM に関しましてはね、Amazon とかでこういうのは安く売っていますので、ぜひ探してみてください。ルーさん、言葉もマップもわからないのでネット環境命綱です。ネット環境ないと Google 翻訳も使えませんしね。Google 翻訳ぜひ試してみてください。完璧ではないけれども、なんとなくはわかるので、たまにね、面白翻訳が出てきたりして、それもまたね、一つの楽しみではあるかと思います。マップね、これすごい使います。僕もね、だいぶ使いましたね。ライブ配信以外だと多分マップが一番使うんじゃないかなと思いますね。でホテルなんですけど、まだ完全に決めきってはいないんですよ。でもね、なんとなくですけれども BTS 沿いがいいかなというふうに思っていますね。BTS で麻生区とかそこら辺はやっぱりちょっと高くなるから、BTS のそのスクンビット線の
右下の方、東南の方向性の方、ここら辺はトンロー、エカマイプラカノンで、さらにもうちょっと過ぎてオンヌっていうよりもさらに南側の方かな。そこら辺にしようかなと思っています。BTS 乗っちゃえば中心街に出るので1本で簡単に行けるので、何度も言っていますけど、僕鉄オタなので、鉄道が大好きなので、鉄道に乗るのが全く苦にならないので、そこら辺にしようか。もしくはこの MRT 地下鉄のブルーライン、麻生のところだからスクンビット駅か。そこからさらに北の方ですね。ジョットフェアズナイトマーケットとかザ・ワン・ラチャダーとか、前回10月に僕行ったナイトマーケットがある、そっちの方ですね。そこら辺も安いホテルが結構あるなというふうなとこで今狙っています。またはサパンタクシン駅近く、結構サパンタクシンの駅の方のちょっと下町的な、バンコクの下町的な雰囲気の街並みが好きなので、あと中華系の料理屋さんも多いですよね。そこら辺も狙い目ですね。チャウプラヤー川の西側、向こうは何て言うんですかね、トンブリ地区っていうんですかね。違うかな、合ってるか、トンブリ地区か。そっちの方もちょっといいかなとも思っています。膝が悪いので上下エスカレーターにある BTS が使い勝手良さそうで、私はスティサン駅周辺をGoogle マップ、ちょっと事前にやっておいてちょっとダウンロードできますよね。プラスあと割と僕の場合適当にお店を選ぶ、目についたところお店選んだりするので、その度にね、結構そのお店の情報を調べたりしてますね。BTS の駅、気をつけないといけないのが、たまに改札出たとこでなんか階段しかないようなとこがあるんですよね。全ての上から下に BTS のその線路のところから下の道路に出るところで全部エスカレーターとかエレベーターがあるかと思いきや、それないとこもあるので、そこね、階段を使わないで行けるところは事前にチェックできるのかな、分かるのかな。そこはちょっと気をつけていただければと思います。オフラインマップダウンロードする。オフラインマップダウンロード。あった、オフラインマップっていうのがありますね。自分のアイコンをクリックすると出てくるんですね。タップすると出てくるんですね。あと Google マップで思い出しましたけれども、バス乗るときむちゃくちゃ Google マップが便利でした。タイでも Google マップでそのバス停のところをタップすると、次に来るバスの時間とか全部ずらずらっと出てくるので、あとまたバスで思い出したんですけれども、バスのアプリ
ビアバスという、アプリもあって、今こうやるとカメラがスマホに反射して映ってる、こういうカメラ使っています。ビアバスが開かない。ローディング中だ。もうこのね、ビアバスというもうアプリがあって、でこれでもねこのバスの時刻とか分かります。あとこのビアバスだと今現在そのバスがどこにいるのか、その GPS を使って多分このね場所の表示もちゃんとしてくれる、というアプリもあります。けれども、僕はこのビアバスよりも Google マップでその時刻とかを調べた方がなんか割と簡単だなと、楽だなというふうに感じています。これね両方とも現地でぜひ試してみてください。どちらが使い勝手がいいか。僕は Google マップ派ですね。バンコクのバスたくさん路線があって旅行者だとやっぱり分かんないんですよね。で以前は昔行った時にはその Google マップでバスの時刻の表示ってあったのかな。多分使ってませんでしたのでそのバス乗れなかったんですけれども、もう今はねなんかバス乗るのも楽しくなってます。そんなに怖がらなくてもいいかなというふうに思ってますね。というところで今日はもう11時10時45分になりそうですね。なんかいつもこのライブ配信30分を目安にすると言いつつも結局45分とか50分とかいうふうになっていましたけれども、今日多分一番長いんじゃないかな。だいぶなんか話してしまったかと思います。そして今日は皆さんいろいろコメントを書いていただきましてとても助かりました。話を膨らませることができたと思います。そして適当に僕も一人でベラベラ喋っていたわけですけれども、その間になんとなくのね旅の方針もこういう感じで行こうというのも固まってきたかなと思います。僕の出発はまだまだ時間がありますので、その間に滞在時間今回短いので現地で考えるというよりも事前に割と70% ぐらいの行動を考えてから行こうと思っています。これからタイに行かれる方、ぜひぜひまた面白い話聞かせていただければと思います。で僕もね、次の旅もまた動画撮ってきます。で10月の旅も水曜日の段階で、一応1日の行動という、バージョンの、動画をアップし終わったんですけれども、あとはもうちょっとね特集形式の、企画考えているものも残っていますので、次回明日はベトナム編をやって、その次、ホテル動画、あとベトジェットエアの飛行機について、そして10月版の10月に行った旅の中でのローカル食堂ベスト5、あとはナイトマーケットについて、ナイトマーケット特集、3つのナイトマーケットに10月には行ったので、ちょっとその特集をもう一回やろうかなと。でさらにカオマンガイ特集、カオマンガイ特集というか、ピンクと緑どっちが美味しかったか、というような動画を作ろうかとも思っています。ルーさん、タイへの出国前にすごく嬉しい配信ありがとうございます。コメントの方々にも感謝します。ご視聴したから頑張ります。ぜひぜひ楽しんできてください。健康に気をつけて、まずは自分の体が資本ですからね。長い期間なので、最初からあまりダッシュで走らずに、のんびりと楽しんでいただければと思います。僕も追っかけで行きますので。
といったところで、今日のライブ配信はここら辺で終わりにしましょう。で、次回のライブ配信は来週の火曜日、何日だ ?19 か。4だ。11月19日。火曜日21時30分からお送りしようと思います。ちょっとね、まだね、テーマは決めてはいないのですけれども、日本国内のこれまでの旅についてのお話をするか、青春18切符のお話をするか、もしくは以前の旅シリーズでの海外、台湾、2011年に行った台湾のお話、実は今ちょっと台湾も狙ってるんですよ。にするか、またそれはおいおい考えたいと思います。では皆さん、今日はだいぶ長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。皆さんもぜひぜひタイ旅行を楽しんでください。それでは終わりにしましょう。皆様おやすみなさい。さようなら。